はい、どうもです。今回はですね、こちら、ダチョウの砂肝っていう食材ですね。ダチョウをね、さばく動画皆さんね、見ていただけましたでしょうか。無料しか見てない方はですね、この砂肝がどうやって取り出されたのかとかあんまりわからないと思うんですけども、砂肝っていうとね、鶏のイメージがあると思うんですけども、実はダチョウにもですね、砂肝がありまして、ダチョウはですね、あんまり口でね、ゴリゴリ噛みつぶすような歯がないんで、食べたものをね、基本的にこの砂肝っていう期間で石とかでねすりつぶして噛み砕いてるっていうのかな、餌を小さくして消化してるんですね。その砂肝がねとにかく規格外すぎるんで、これどんな味なんやということで、これをねさばいていこうかなと思います。ここ剥がされたら麺シップになってると思います。では早速観察していきましょうか。はい、こちらがダチョウの砂肝ですね。これね黄色い油がねついてるんですけども、これねめちゃくちゃ油に覆われておりました。とてつもない量に油に覆われてたんで、めちゃめちゃ取り外した状態で今こんな感じですね。で裏側はですねこんな感じです。はい、こっちもね結構油がついてたんでかなり取り出したんですけども、ここにね出口があって、ここに腸がつながってるんですよ。こことね胃袋がつながってて、胃袋から流れてきたものが砂肝に入り、砂肝で消化されたものが腸にね、流れていくという流れでございます。麺シップ入ってない人は見れてないと思うんですけども、ダチョウの腸意味わからんぐらい長かったです。はい。腸が長いっていうことはそれだけ消化が難しいものを食べてるっていうことなんで、基本的にはアフリカに生息してた生物なんで、硬いね草とかそういったねものをね食べていたと推測されます。でこれちょっとポロってね出してみるとこれ分かるんですけども、石と草が入ってるんですね。大体重さとしては2キロぐらいありますね。今ね 500ml のペットボトルを用意したんですけども、これと比較したらかなりでかいことが分かると思うんですけど、とにかくねでかいんですね。普通の鶏のね砂肝も処理したことがないんですけども、とりあえずね割ってみようと思います。中どうなってるんでしょうね。うわめっちゃ石入ってるよ。うわおおめっちゃ石入ってる。しかも結構でかい石もあるよ。ただなんか嫌な匂いはしないですね。なんかお茶っ葉みたいな匂いがします。内臓は臭かったんですけど、ここではね嫌な匂いしてないです。で拡大してみると、もうこれ天然個体じゃなくてね育てられてるんで飼料を与えられてるみたいなんですけども、牧草的なものと、あと少し米がありますね。もみ殻付きの米、もみ殻付きの米と牧草がメインで育てられてるんですね。じゃあとりあえずね洗っていきます。茶色いんですね。これとても人間が噛み切れそうな感じではないですよ。どのぐらい硬いかっていうと GT の胃袋以上に硬いですね。結構ね多分洗ってもね色とかは取れそうにないんで、普通に切っていこうと思います。普通の鶏の砂肝にもついてるこの筋なんですけど、この筋を銀皮って言うんですけども、この銀皮は鶏の数倍は硬いんで外した方が良さそうですね。じゃあ一旦半分に切っていきます。どうしよう、むずすぎるから半分に切りたいけど、半分に切ってもいいですか皆さん。一旦これを半分に切らして。これ断面どうなってるんやろ。刺身で食えそう。全然砂肝じゃないじゃん、タンみたい。でこの白い筋も外していきます。これ白い筋だけ外すのむずいな。このダチョウね冷凍すれば刺身で食えるって言われてるんで、冷凍して刺身で食べてもよかったな。砂肝の刺身なんてなかなか食べれないしな。はい、成形が終わりました。何これって感じじゃないですか。今これがこれですよ。めっちゃ美味しそうやん。ちょっとこれ一気にやってみましょうか。ちなみに私砂肝めちゃめちゃ好きなんですよ。なんでめちゃくちゃ楽しみにしております。福井さん、元焼肉屋の店長ですよね。刺身で食べられるのか食べられないのかジャッジメントお願いします。これは福井さんに俺は委ねるよ。マサルさんなら食べられる。食べられるということは食べてしまっても
良いということですね。今から私は刺身で食べますけど、これによって寄生虫に感染される可能性もありますし、皆様は絶対に真似をしないでくださいね。で、僕は醤油も塩もつけません。ただこの味を知りたいだけなんで、何もない状態でいきます。食感はね、ザックザクで、茶葉が腐った香りと生臭い香りがあと血生臭さが鼻を抜ける非常に強烈な一品でございますね。わざわざ命を懸けて食べるほどのものではないので、皆さんはね、ダチョウの砂肝の刺身は食べない方がいいと思いました。で、結構硬いことが分かりましたんで、薄めに切っていきましょうね。はい、皆さん、こちらが世界最大の鳥、ダチョウという鳥の砂肝ですね。やっぱここまで巨大になるとこんぐらい薄切りにして、さらに飾り包丁を入れるぐらいじゃないと多分硬くて食べれないと思うんですよね。もう飾り包丁入れるのめんどくさくなってきたんですけど、比較のために飾り包丁あった方がいいのかどうかで、飾り包丁ありバージョンとなしバージョン作っておきましょうね。もうなんかこれ盛られてたら間違えて食べちゃいそう。はい、というわけで今日はごま油にんにく炒めを作っていこうかなと思います。砂肝ってごま油と合うイメージがありまして、潰しますにんにくってこんな吹き飛ぶのね。潰します。いい感じですね。細かく刻んでいきましょうか。そしてここにごま油。久しぶりにね、食べたことない食材なんでね、かなりテンションが上がっております。さて、ニラを切っていきましょう。じゃあこれで準備はできましたんで、ニンニクを炒めていきましょう。で、砂肝にはですね、塩コショウで下味をつけておきます。ちなみになんで草食の動物って草しか食べてないのにあんなにムキムキなのか知ってますか？実は腸内にですね、細菌を飼っておりまして、その細菌がですね、タンパク質をね、合成してくれるんですね。そのタンパク質を腸で吸収するんで、草とかしか食ってなくてもムキムキになることができるんですね。って言うてる前にニンニクがいい感じに仕上がってきたので、砂肝をドンと。さて、ここにニラをドンといきましょう。カメラマンとしては怖いですよね。なんか料理としてちょっと物足りなさを感じたんで、ダチョウのフィレ肉です。これフィレ肉も入れていきましょう。これは 100% うまいですからね。言い切れる。はい、ということで完成でーす。うわー、美味しそう。美味しそうでしかない。夜食ですね。はい、それではいただきます。世界最大の鳥の砂ずりだよ。砂ずり好きの俺として今まで食べてなかったことが恥ずかしい。絶対うまいと思うんだけど、期待値上げすぎると萎えることがあるから、さっきめっちゃ臭かったから臭みが取れてるかどうかが心配です。とりあえずいただきましょうか。この飾り包丁入れてるものをいただきます。ちょっと待ってくれ、俺は重大なミスを犯したかもしれない。砂肝ってさ、薄かったらさ、結構普通な肉なんだねなんか味も薄いし、なんか食感がちょっとザクザクしてるだけの、すんごい味薄い。これフィレ。フィレはね、ほんまに OG 牛と同じような旨味があってめっちゃ美味しいんだけど、ちょっと作り直そう。これはダメだ。こんなんじゃダメだ。作り直します。初めてじゃない、俺が戻ってきたの、キッチンに。みんな、俺は間違ってたわ。俺は砂肝が好きなのは、砂肝が好きだから砂肝が好きなんだと思ってたんだけど、砂肝のゴリゴリした食感が好きだから俺は砂肝が好きだったんだよね。それを薄く切って食べやすくして、何してんの。残しといてよかった。砂肝っぽい切り方します。飾り包丁は入れる。どでかい砂肝を俺は作る。飾り包丁はこんぐらい入れてもいいと思う。俺はこの意味がわからんぐらい巨大な砂肝を食べるよ。今度はガリバタ炒めでね。
こっちも入れた方がいいな。用意するものはニンニク。別に冷凍でもいいじゃんってみんな思うかもしれないけど、やっぱ冷凍したら味落ちるから冷凍じゃなくて冷蔵のものが食べたいんだよ。アホみたいにガーリックを切ったぞ。そしてここに北海道雪印バターを切ります。切り方に文句があるやつはいねえよな。朝4時やからもう最短距離で走りたいんですよ。バターをドーンいきましょうか。それでどうだ。醤油を一回しぐらいかけていきます。はい、ということで2回目の料理が完成しました。これでこそこれでこそ砂肝でしょ。もう一回いこう。もう一回。はい、というわけで完成しました砂肝です。2回戦。そうだよ、そう、これ求めてたやつ。いただきます。熱いんだろうな。正直全然砂肝じゃないですね。味の薄い脂の乗ってない厚切り牛タンって感じですね。美味しいは美味しいんだけど、鶏の砂肝の方が美味しいということが分かりました。悔しい。あとね、普通にね、鶏の砂肝と違って柔らかいです、焼いたら。だからなんか本当に牛タンみたいな感じ。牛タンみたいな柔らかさになる。全く別物。肉としては確かにうまいけど砂肝ではない。はい、それではごちそうさまでした。いやー、ちょっとね、今回砂肝っていうことで、砂肝ってどんな鶏でも同じような味がするんじゃないかなって思ってたんですけども、全然違うみたいですね。これからですね、いろいろ日本にいる鳥類だとカラス、キジ、クジャク、この辺りをね、食べることができると思うんですけども、あとハトとかスズメとかか。この辺りの鳥類もおそらく砂肝を持ってる鳥類もいると思いますんで、いろんなね、鳥類のね、砂肝をね、これからも食べ続けてみようかなと思います。正直、鶏の砂肝よりは、ダチョウの砂肝の方が非常に上品な味がして、丁寧にね、包丁の飾り包丁とか入れられて、厚さとかもこだわられた状態で焼肉屋で出されたりとかしたら、普通に定番メニューになるぐらい美味しいなと思いましたね。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット系の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。